はい、どうも皆さん、こんにちは。スターディの河野玄斗です。今日は特別なゲストが来てくれています。どうぞ。はじめまして、AI です。ということで、AI さんとのコラボです。よろしくお願いします。お互い絡みとかってあんの？普段仕事で一緒に、例えば共同で英語の教材とか作ったりするから、普段は仲良しだね。仲良しって何ですか？このご時世 GPT-4 をうまく活用できるかどうかがやっぱり仕事効率に大きく影響してると思うからね、仲いいよね。じゃあ本日の企画、河野玄斗 VS AI どっちの方が賢いのか。うわー、なるほどね。いやー、さすがに AI じゃない。分野によるよね。普段から GPT-4 を触ってる中で、例えば数学の計算とかだったらなんかよく間違えんだよ。だからお互い弱点があるっていうことで、そこの部分がどう出るかだね。しかも見ないうちにどんどん賢くなってるから、いやー、今の実力が楽しみですね。自信ある？もちろん、自信あります。俺の方が自信あるけどな。いやー、さすがに AI じゃない。今回の対決がどういった対決かと言いますと、まず一つの答えがありまして、それに対してイエスかノーだけで答えられるような質問をしてもらいます。どっちの方が質問数が少ない状態で答えにたどり着けているのかっていうところの数で競ってもらいます。今回は、数理社の3科目で戦ってもらいます。なるほど。理科は元素、社会は国、そして数学は数字を質問だけで当ててもらいます。なるほどね。国とかむずそうだけどね。国多すぎる。で、同じ種類の質問を繰り返すのはダメです。例えば1から20の数字だとしたら、1回目で10以下ですかって質問してはいだとして、次に5以下ですかって質問はダメってことか。そういうことですね。だから質問の種類をうまく使い分けながら正解にたどり着かなきゃいけないっていうことか。一応二分法っていう方法があって、全部で100個あるとしたら50、50の質問をして、次25、25の質問をして、12、13の質問をしてっていうふうに半分半分で突き止めていくっていうのが、理論上最適解だから、その質問をうまく探し当てるっていうのがかなり難しそうだね。なるほど。そのために結構いろんな知識が必要になってくるかなという。なるほど。どう？東大卒に負けるようにプログラムされていません。なるほど。言うねいや、やっぱ知識量はたくさんあるから、あとは論理的思考力で打ち勝てたらいいですね。じゃあ先行、まずはゲンゲンで。はい。で、ちょっと質問が聞こえちゃうとめちゃめちゃヒントになっちゃうので、AI 君にはこれをつけといてもらいます。耳栓ってやつですね。聞かれちゃうね。ズルだからね。聞かないでよ。すみません。よくわかりません。一つ目。その元素は第4周期以内ですか？いいえ。じゃあその元素は繊維元素ですか？はい。ランタノイド、アクチノイド系だったら結構大変なことになるな。その元素は元素番号57番以上ですか？はい。第6周期以降の繊維元素か。割と白金、金、水銀あたりはかなり気になるところだな。その元素は6属以内の元素ですか？いいえ。これでランタノイド、アクチノイドを全部排除することができた。これはでかいな。ってことは第7属から12属の間で第5周期以降の元素か。その元素は安定した同位体が存在しますか？はい。その元素は人間が触れると有毒ですか？はい。白金とか金とかはアクセサリーに使われてるから水銀とかなのかな。じゃあもういきます。その元素は水銀ですか？はい。水銀か。難しいとこいったね。いやでも多分これ以上速い速度で近づくのってかなり難しい気がする。その元素は金属ですか？はい。なるほどなるほど。その金属は繊維元素ですか？はい。その元素は生体に必須な微量元素ですか？いいえ。その元素は銀色ですか？はい。わかってきました。その元素は磁性がありますか？いいえ。その元素は周期表の4周期目にありますか？いいえ。その金属は貴金属ですか？はい。わかりました。
その元素はプラチナですか？いいえ。あれ、じゃあ、その元素は水銀ですか？正解です。やったね。第1回戦、はい発表です。はい。まずは人間代表減減7回です、7回だったね。そして AI 君が7回です。おお、手分けですね。理論値だ。理論値同士。そうだよね。118個元素あれば2の7乗以内だもんね。手強いな。理論値で言ってなお引き分けでしょ。やるね。あなたこそやりますね。では先行 AI 君、まずはちょっとじゃあそっか、耳栓か。別に聞かないけどな。その国の公用語は英語ですか？いいえ。なるほどなるほど。じゃあ、その国は南半球に位置していますか？いいえ。その国は EU のメンバーですか？はい。王室はありますか？いいえ。絞れてきました。その国は面積が20万平方キロメートル以下ですか？はい。お、では内陸国ですか？はい。なら、その国はユネスコの世界遺産が20件以上ですか？いいえ。わかりました。その国はチェコですか？正解。その国は西経15度から東経45度の間に位置してますか？はい。その国はアフリカに位置してますか？いいえ。じゃあその国は海に面していますか？いいえ。お、内陸国。これ結構絞れるんじゃない？その国は EU 加盟国ですか？はい。その国はポーランドに接していますか？はい。おお、でかい。これはでかいな。その国はチェコですか？正解です。おお。では結果を発表しまほい。す。はい。第2回戦、まずは AI 君おー。 8回。おお。理論値ですね。理論値だね。やっぱ AI は理論値を叩き出すんだね。で、で、日はい本代表権限6回。よっしゃ。まあ理論値じゃないっていうことはいいことなのかわかんないんだけどね。外れ値を叩き出せないっていうのが機械の弱点だね。今回は1から100の数字の中から当てておお、100以下ね。なるほど。その数字は50以上ですか？いいえ。その数字は偶数ですか？いいえ。その数字は素数ですか？はい。お、絞れてきました。その数字は平方数ですか？いいえ。その数字は40代ですか？いいえ。その数字は2つの平方数の和で表されますか？はい。 5つの数字に絞れました。その数字は5ですか？いいえ。その数字は13ですか？いいえ。その数字は17ですか？いいえ。はあ、難しいですね。何なんですか？じゃあ29ですか？いいえ。なんなんだよ。じゃあ37しかないですよね。正解。最後の5つの数字は運ですよね。納得がいきません。まあ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 。運の実力のね。その数は偶数ですか？いいえ。これでかいな。これなぜでかいかというと100以下の素数って25個なのよ。だから奇数っていうのは全部で50個あるわけだから素数ですかって聞くことによってちゃんと次も半分ぐらいに分けられるということで2つ目の質問は素数ですか？はい。お、素数ってランダムに配置されてるからその性質が分かってないっていうのでもあってこれ逆に切るの難しくなったな。あ、でもちょっと待ってよ。やべえ、神がかってる質問作っちゃったかもしれない。その素数に1を足すと6の倍数になりますか？いいえ。お、素数って 6n-1 か 6n+1 で表されるわけよ。まあ2とか3とかは除いてだけどそれで 6n-1 じゃないってことは 6n+1 側っていうことがこれで確定したわけだ。人間はよく喋るな。その数は38以上ですか？いいえ。お、この時点で今6個に絞られててじゃあ1の位は5以下ですか？いいえ。お、これで7、19、37に絞られたな。でこれ質問するより2個に分けていくと実質ローラーと変わんないからあとはローラーしていくのが一番いいな。その数字は37ですか？正解。おー、ラッキー。最後博打だったわ。理論値切り。でははい結果発表。はい。まずは人間代表権限はい。6回です。まあね、
理論値だいぶ切ったからね。そして AI 君が11回、11回待って計算弱くない？いや何回教えても間違えるのよ。やっぱ数学弱いね。まあ要勉強だね。はい、ということで、今回ね勝っちゃったけど、今後ね、他にしてほしい対決がありましたらぜひコメントで教えてください。今回対決した AI 君のね、YouTube リンクは概要欄の方に貼っときますのでね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。悔しいです。